日本板ガラスが使用済み太陽光パネルのカバーガラスを原料として新しい板ガラスに戻す技術を実証しました。廃パネルを分解して取り出したガラスの破片、いわゆるカレットが新しい砂やソーダと混ぜられて炉に投入される。そして溶けたガラスが連続して流れ出し、平らな板ガラスとして生まれ変わる。この実証が2026年2月に静かに達成されました。普段、私たちは太陽光パネルを屋根の上で電気を作るものとして見ています。けれど、そのパネルの大半を占めているのは薄く加工された一枚のガラス。そのガラスを作っているのは日本のガラスメーカーだったりします。つまり、ガラスを作ってきた会社が寿命を迎えたガラスを自ら引き取り、また自分たちの原料にしたのです。ガラスという素材が産業の中を一周して戻ってくる水平リサイクルの閉館が独自のアプローチで技術として実証された瞬間、作ると戻すが一つの素材を軸にしてつながりました。この閉館は長い間、パネルのガラスをそのまま炉に入れられない課題があり、実現できませんでした。それを可能にしたのは、ガラスメーカーではなく、ある化学メーカーの画期的な発想でした。その温度の秘密とは、一体何だったのでしょうか。太陽光パネルの中身を薄いサンドイッチとして思い浮かべてください。上下2枚の硬いパンがカバーガラスとリメインシート。その間にチーズのように挟まっているのが発電する半導体セルです。問題はチーズ薬の接着層にあります。セルとガラスをぴったり貼り付けているのは EVA という透明なプラスチック樹脂。この樹脂がパネルを長年雨風から守る一方で、寿命が来た時には最大の障害になるのです。パネルを粉々に砕くと、プラスチックも混ざった雑多なゴミが手元に残るため、透明度が命であるフロート炉には絶対に入れられません。つまり、パネルを壊さずにガラスとプラスチックを静かに剥がす技術がずっと不在だったのです。この問題を解いたのがガラスメーカーではなく化学メーカーでした。山口県を本拠とする徳山。同社の北海道名幌町の施設でパネルを1枚ずつおよそ500度の炉に横たえて加熱。この工程は低温熱分解と呼ばれています。ハイ PV パネルの旧来の高温焼却処理が通常700度から800度以上の高温処理と比べ、ガラスを傷めない低い温度帯で有機物を分解するところからこの名前がつきました。たったそれだけの工夫で EVA はとろりと溶けて下に落ち、セルと配線リボンが分かれ、上にはガラス板が原型のまま残ります。500度という数字が実は絶妙でした。EVA が分解を始めるのが350度前後、ガラスが柔らかくなり始めるのは720度前後です。この温度の窓は、下は樹脂が分解し始める最低温度、上はガラスが柔らかくなる限界温度に挟まれています。樹脂が残るか、ガラスが歪むか、ちょうど良い幅の中にパネルを壊さずに分離する唯一の通路が存在したのです。もう一つ、匂いや煙の問題があります。EVA が溶けるとき、酢酸などの有機ガスが大量に発生します。このガスを放っておけば大気汚染になり、炉の中に残れば次のガラスを汚します。徳山は炉の出口に触媒を転着したセラミックフィルターを据え付けました。セラミックというのは茶碗や皿の素材として知られる耐熱陶器。そこに化学反応を促す触媒を塗り込んだ多孔質の壁を排ガスに通す。すると高温の雰囲気の中で有機ガスは二酸化炭素と水に完全に分解されていきます。残るのはほとんど純粋なガラス板と銀や銅を含んだ細かい部品だけ。このように科学の知恵でガラスをきれいにする仕事を化学メーカーが引き受けたことによって今回の閉館が実現しました。ですが、なぜガラスを作ってきた日本板ガラスは
自分でこの分離装置を持たなかったのでしょうか。フロートガラスの炉は一度火を入れると10年以上止めない設備。毎日何百トンものソーダや砂を飲み込み、溶かし続ける巨大な釜のような存在です。この釜が透明な板ガラスを吐き出し続けられるのは、樹脂や金属、色のついたガラス片といった汚染物を一切持ち込まないという基本を守ってきたからと言えます。だから、樹脂や金属がべったり張り付いたハイ PV パネルは使えない。そう思われてきたからこそ、これまで世界のハイ PV パネルは、ほとんど一度限りで使い捨てられる素材として扱われてきました。パネルを粉々に砕き、出てきた粒を建設用の埋め戻し剤や道路の路盤材に混ぜて埋めてしまう。ガラスはガラスに戻らず、価値の低い用途へひたすら降りていく一方通行。これはダウンサイクルの罠と呼ばれる、業界が長年抜け出せなかった構造です。この構造を内側から押し始めたのは、海の向こう、ヨーロッパでした。EU は2024年からハイ PV パネルの水平リサイクルを目指すアポロと呼ばれる研究プロジェクトを動かし始めました。このプロジェクトには、フロート炉にどんな質のカレットなら戻せるかを定義する役回りが必要でした。そこに技術支援担当として参加したのが、日本板ガラスの英国子会社、ピルキントンです。日本板ガラスは2006年にこのピルキントンを買収し、世界規模のフロート釜群を傘下に収めています。アポロへの参加は、出荷したガラスがどんな質で戻ってくれば再び板ガラスに溶け直せるかという、いわば受け入れの作法を国際舞台で各立場の獲得を意味します。受け取る側の規律を国際的に作ってきた会社が、今千葉でその規律を実地に試している。この遠回りこそが、今回の実証を支える静かな下準備と言えるでしょう。一方で、同じ閉館というゴールに、全く別の道筋から先に到達した会社もあります。2024年3月、AGC は太陽光パネル製造装置メーカーの NPC と組み、薄い熱した刃で EVA を切り裂いてガラスとセルを分離するホットナイフと呼ばれる物理的な手法で、ハイ PV カバーガラスをフロート板ガラスに戻す国内初の実証を成功させました。こちらはおよそ180から200度の極初加熱で EVA を柔らかくし、刃を滑り込ませて剥がす方式です。日本板ガラスと徳山の500度で有機物そのものをガスにして飛ばす低温熱分解とは明確に異なる思想。機械で分けるか、科学で分けるか。両方の道筋が廃ガラスを一方通行から救い出すための互いに補完する選択肢として走り始めたのです。ここまで来ればコストの壁も少しずつ崩れ始めます。徳山は処理コストを太陽光パネル1ワットあたり3円以下の水準まで下げる目標を掲げ、その水準を視野に入れています。仮に1ワット2円とすれば、出力300ワットの標準的なパネル1枚で処理費用はおよそ600円という計算です。従来は貝パネル1枚を埋め立てに回すために運搬と処分で数千円規模の費用がかかっていました。高品質のガラスを取り出してなお埋め立てより安く済む可能性が見えてきた。価値の低い採石として埋めるか、もう一度透明な板ガラスに戻すか。この選択肢の経済性がここ数年でようやく拮抗し始めたのです。では、この経済性の逆転は誰の懐にどんな形でしわ寄せや恩恵をもたらすのでしょうか。最初に動くのは千葉のフロート工場と北海道南幌町の間を行き来するトラック1台分の話です。徳山の北海道南幌町の施設は年間およそ10万枚以上のパネルを処理できる規模。ここで取り出された澄んだカレットがトラックで千葉のフロート工場まで運ばれ、原料の砂とソーダと一緒に巨大な釜へ投入される。そこから出てくるのは新品の板ガラス。ハイパネルを抱えていた発電事業者は
これまで産業廃棄物処理業者に処分費を払うだけの一方通行から、自分たちのパネルが再び素材として市場へ戻る道筋を初めて手にします。この小さな一周が、業界の地図をゆっくりと書き換えていきます。水平リサイクルの平坦が動き始めると、恩恵を受ける企業群は二手に分かれます。一つ目は、技術を提供する側です。徳山のような化学メーカーは、自社の低温熱分解装置を海外のリサイクラーやガラスメーカーへ売り込める装置の売り手へと立ち位置を変えていきます。ホットナイフの装置を提供する NPC、廃ガラスを集めて選別する産業廃棄物処理業者、そして外部の前処理事業者と連携してカレットを受け入れるセントラルガラス。これらの装置、素材、選別を担う企業群が新しい受注先を国内外に求めていく構図になるでしょう。二つ目は技術を活用する側。つまりガラス製造そのものを担う3社の競争です。2024年に先行した AGC、独自方式のセントラルガラス、そして日本板ガラス。これまでフロート炉の運営という同質的な競争を続けてきた3社が、ハイ PV カレットの調達ルートと量産化スピードという新しい軸でも競い合うことになります。廃ガラスを安く安定して仕入れられる会社ほど、新品の板ガラスのコストを下げ、製造段階の CO2 も減らせる。カレット1トンをバージン原料の代わりに使えば、製造段階の CO2 はおよそ 0.6 トン減るとされています。ここから先は、社会のお金の流れそのものがゆっくりと書き換えられていきます。これまで廃パネルの処分費用は、太陽光発電事業者が産業廃棄物処理業者に支払い、その業者がほとんどを埋め立て処分場へ運ぶという一直線の支出でした。誰も価値を生み出さず、コストだけが吸い込まれていく構造です。水平リサイクルが軌道に乗ると、この一直線が3つの分岐に枝分かれするでしょう。発電事業者は廃棄費用の一部を回収可能な資源の対価として取り戻せるようになる。産業廃棄物処理業者は、純度の高い廃パネルを集めて選別する原料供給者へと役割が変わる。そしてガラスメーカーは、輸入していた珪砂や炭酸ソーダの一部を国内の廃パネルに置き換えることで、原料調達の不確実性を和らげる立場に立つ。費用を払う人、稼げる人、原料を取り戻せる人。この3社の損益が、規制の力でゆっくり並べ替えられている。その規制を世界に同時に発布させているのが、3つの巨大な経済圏です。2025年10月、EU 加盟国は、廃電気電子機器指令、略して WEE 指令の改正版の国内放火期限を迎え、メーカーに最終処分までの責任を負わせる拡大生産者責任が明確化されました。その約5ヶ月後の2026年3月、中国の工業情報株など6省庁が2027年までに累積25万トンの廃 PV モジュールを回収、総合利用する数値目標を盛り込んだガイドラインを発布。そのわずか1ヶ月後の2026年4月、日本でも太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案が閣議決定され、大規模な太陽光発電事業者への廃棄計画届出義務が定められました。EU、中国、日本。半年余りの間に3つの経済圏が同じ方向を向きました。これら一連の規制は、誰がコストを負い、誰が利益を得るのかという新たな配役を法律の力で一つずつ指名していく作業と言えます。日本国内では2030年代後半に廃パネルが年間50万から80万トン出ると環境省は推計しています。一方、現状の中間処理能力は2021年度時点で年間およそ7万トン。単純計算で10倍近くの差がある計算です。この差を埋めるため、AGC、セントラルガラス、日本板ガラスの3社が、それぞれ異なるアプローチで廃カレット活用を進める構図が、今動き出しています。板ガラス協会は、2030年に
廃ガラス再利用を年間11万トン規模に引き上げる目標を掲げました。世界規模で見れば、2050年までに累積で6000万から7800万トンの廃 PV パネルが出ると国際機関は試算しており、そこから取り戻せる材料の価値は150億ドル超とされます。燃やさず、砕かず、ガラスはガラスに、金属は金属に戻す閉館を技術と制度の両方で先に組み立てた国が次の資源循環の地図に最初の線を引くことになる。日本はその先頭集団にようやくたどり着いたのかもしれません。最後に今日のお話を3つのポイントで整理します。1つ目は、閉館はガラス会社だけでは回らない。500度でパネルを静かに分解し、有機ガスを触媒で無害化する前処理は化学メーカーの徳山が担いました。ガラス会社がガラスを引き取るためには科学の手が必要だったのです。2つ目は、三者三様の道筋で領海の地図が立体化している。熱した刃で切り裂くホットナイフの AGC、500 度で有機物をガスにして飛ばす日本板ガラスと徳山。同じゴールへ、機械の力と科学の力という別々の道筋から3社が同時に進み始めた。廃ガラス1トンが板ガラスへ戻るたびに製造段階の CO2 はおよそ 0.6 トン減るとされています。3つ目は、3つの経済圏が起こした波。EU、中国、日本。半年余りの間に3つの経済圏が廃パネルの出口を法律として描き始め、2030年代後半には日本だけで年間50万から80万トンの廃パネルが押し寄せてきます。技術と制度の両方を内側に持った国だけがこの波を資源に変えられます。皆さんは日本のガラスはガラスに戻すという閉館モデルが世界のどこまで広がっていくと思いますか？ぜひあなたの予想や感想をコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。